別府アートマンスのプログラム、大分路上観察学会プレゼンツトマソン探偵団 in 別府のイベントが11月28日に行われました。別府駅前に集合して主催者からトマソンについて説明がありました。今日参加してくださっている方の中で、トマソンについてご存知の方、トマソン知ってるよって方は手を挙げてもらっていいですか。半分ぐらいですね。大分にとってもゆかりの深い赤瀬川源平さんという現代美術アーティストが、いました。もう亡くなられてしまったんですけども、作った人は意図してないのに見る人が勝手に「あ、これ芸術だ」って言っちゃう。例えば昔ビルがあってそこに扉がありました。で当然2階に扉があったらそこに上がる階段があるものが普通だと思うんですが、例えば建物だけなくなって階段が残っていたり、逆に階段がなくなって建物だけ残っていたりとかいうふうに、もともと何か用途があったものが用途がなくなってしまったものっていうのを、無用の長物ということでトマソンというふうに名付けたんです。トマソンを求め別府駅をスタート。北浜地区に向けて進みました。多分コンセントがあるから看板があったのが外した後かもしれないですね。このいいタイルと石垣があって、タイルというかコンクリートのブロックがあって、ね、塗っててその上に古い何層の地層になってるんだっていう。本当だ。アーケード商店街ではパンフレットに載っている自動販売機を見つけました。これ売り切れなんですよね。本当だ。やっぱ売り切れてる。100回押せる。何が出ると思います？ゴリラだ。面白い。すごいですよね、もうこれ。面白い。でも2回目違う。ああ、そうだ。で、もう100円ですか。それは乗っかかんでね。もし前通ってこいつらが売り切れてないことがあったらぜひ買ってみてください。あ、にゃんだ。梅園に行くんですが、あれどっちだったっけ？誰か地図がどっちですか？で今こう来たので、こう抜けたので、あ、こう戻るのか。あ、なるほど。じゃあこっちにこう海の方にありがとうございます。すみません。はい、大丈夫です。なんか肝心なのを見落とすと悪いな。どっちにしても多分大丈夫です。丸い柱で、しかもタイルの形が変わってます。確かに。楕円というか上に楕円で、はい、何かのキャラには見えますね。すごい。街歩きのチェックポイントである鳥羽神社に到着しました。そこでとある人物が登場します。基礎知識ですよね。別府の基礎知識。世界で17種類だったっけ？ある泉質のうちの16種類がなんか1個を除いて全て別府では入れる温泉が、炭酸泉がない以外が出れたりですね。こんにちは。市外、県外の方とかが。そうですね。市外の方が、はい、半分ぐらい。ようこそ別府においでいただきました。ありがとうございます。さんです。ようこそおいでいただきました。ミスター別府市の長野でございます。ありがとうございます。ちょっと流暢な英語を披露しておこうと思います。レギュラーオブ別府シティでございます。家の中の温泉かなんかの配管があって、温泉だから全部詰まっちゃう。これをみんなが順番に撮ってる絵面がもう。戦後引き上げの方々がこう中央市場って言って市場いろんなお店が集まる市場だったで、その協同組合というかがあって、そこの温泉と上に公民館があるんですね。で今も会員さんも減られて使われてないようなんですが、今日はそこを特別に上がらせていただくようになってますので、よかったら中入ってもいいよって言ってますのでどうぞ。
誰でも入れるわけじゃない。ないですね。やっぱりこうさっき歩いてきた道を上から見るとまた景色が違うっていうか、大分の街歩きでもどっかビルの上に上がらせてもらうんですよ。でアーケードとかをこう目線が変わるとまた見え方も違うかな。元町公民館では特別に中へ入らせていただきました。畳の裏に眠ってあった1960年代に発行された古い新聞を発見しました。一人一座制、一人一座制って昔は一人一座制なかったんですね。鉄の長距離ってだから4人掛けに6人詰め込んで座ってたじゃないですか。なるほど。床に新聞紙引いて乗ってるとか、そういうなるほど。時代ですよね。ちゃんと座席があるよってことですね。そういうことでしょうね。元町公民館を後にしてゴール地点である喫茶ムムムで写真の公表会が行われました。こんな風に面白く見える街が見えるというか、人によって違ったものが見えてるのがなんか面白かったです。本当に流しているものを一個一個見る感じが結構神経をすり減らして疲れるんだなと思ったんですけど、ただ街を歩くだけでこんなに面白いものが転がってるんだっていう、なんか宝探しをしていた気持ちで楽しかった。